キーボードとマウス、この切っても切れない関係って永遠に続くんでしょうか？ PC 作業に欠かせないこの2つの道具、バラバラに持っていくのも面倒だし、正直デスクの上でも面積を取りますよね。だったら一つにしちゃえばということで、今回は CLV-XS というキーボードとタッチパッドが一つになったキーボードを紹介します。はい、ということで皆さんこんにちは。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちらキーボードとジェスチャーパッドが一体化したキーボード、クレベチュラ CLV-XS タッチオンキーズキーボードを紹介します。でこのキーボードですね、簡単に言うとキーボードと、トラックパッド、ジェスチャーパッドとも言いますけど、これがね一体化したキーボードなんですよ。でキーボードの入力をしていると手はキーボードとマウスをね行ったり来たりするわけですけども、この CLV-XS を使うと手はキーボードの上に置いたままでマウスとかねトラックパッドの操作ができるわけなんですよ。でアプリケーションの切り替えとかデスクトップの切り替えなんかを行うときにね、トラックパッド操作で行うようなこともシームレスに操作ができちゃうわけです。キーボードとトラックパッドが一体化するということで、デスクの上での占有面積というのを減らすことができますよね。小スペースで作業が可能、狭い机とか外出先なんかでも快適に作業ができると、どこでも同じパフォーマンスを発揮できるわけですね。ジェスチャー操作で複数ウィンドウの切り替えやデスクトップに直感的にアクセスが可能ということで、作業のリズムを崩さずに流れるように操作ができるわけですよ。ということでその機能をね見ていきましょう。まずね外観を簡単にチェックしておきましょう。シザースイッチ式の 75% レイアウトですね。US レイアウトになっています。で Windows 用と Mac 用があるんですけども、僕はね Mac 用を選択しています。後ほど説明するアプリケーションをインストールしておくことで、レイアウトは接続している PC とか Mac によって自動選択されるので、Mac 用でも Windows につないで問題なく使うことができました。接続方式は Bluetooth による最大3台までの無線接続と有線接続に対応しています。本体はアルミニウムケースで質感は高いと思いますね。本体の底面には滑り止め用のシリコンゴムと高さ調整の足があります。それから本体の後ろにはですね、USB-C コネクタと電源スイッチがあるわけですね。キートップ部分は真っ平らな感じでございます。でこのキーボード部分がですね、ジェスチャーパッドになるわけなんですよね。で一見見た目は普通のシザースイッチのキーボードなんですが、よく見るとこれアルファベットのキーの部分に四角い枠があるのがわかると思います。ここがいわゆるジェスチャーパッド、トラックパッドの操作可能な範囲になるわけですね。そしてスペースバーの下には2つのボタンがあります。これがマウスの左右クリックボタンというわけですね。実際問題として Apple Magic キーボードとトラックパッドと比較してみましょう。設置面積を見てみましょう。キーボードだけで見れば CLV-XS の方がベゼル幅がある分だけ若干広いんですけども、これはね誤差の範囲と思っていいんじゃないですか。ただしキーボードとトラックパッドを置く面積全体で見ると、これはねかなりの違いがあることがわかるわけですね。そしてこのトラックパッド、ジェスチャーパッドの面積は Apple トラックパッドと比較すると、若干狭い感じではありますけども、個人的にはですね、使っていて狭いなと思ったことはありませんでした。このタッチパッドの全ての機能を有効にするには Mac の場合はねアプリケーションのインストールが必要なんですね。Windows の場合はそのまま使えます。このタッチパッド、ジェスチャーパッドの機能なんですけども、デフォルトの設定は OS とほぼ同じですね。もちろんカスタマイズ可能です。2本指3本指で操作するとかね、 OS で用意されている操作はほとんど可能ですね。でタッチパッドはねもちろんそのままマウスの機能も兼ね備えるわけですね。スペースバーの下に配置された左右のクリックを使うことでマウスと同様の機能になるということですね。で Apple 純正トラックパッドの場合はこのトラックパッド、タッチパッドを押し込むことでクリックの動作が可能になるわけですが、 CLV-XS はですね左右のクリックボタンを使うということになるわけです。もちろんこのクリックボタンを使わずにキーを軽くタッチすることで左クリック、2本指でクリックすることで右クリック、ダブルタッチでダブルクリックの機能も働きます。この動作によってキーボードから手を離さずに操作が可能になるということですね。でやってみると分かるんですけども、キーボードから手を離さずにあらゆる操作が可能になると、かなり
この右手の疲れがね、軽減されるんですよ。で、皆さんはね、マウス派、それともトラックボール派、それともトラックパッド派ですか？ぜひね、教えていただけると嬉しいです。で、このタッチパッドの上の左右部分にも操作可能なタッチエリアというのがあるわけですね。で、デフォルトでは右側がボリュームコントロールで、左がね、明るさコントロールになっているわけですね。で、もちろんアプリで設定変更が可能です。またさらにですね、使っているアプリケーションごとに機能の割り当てを変えるということもできるわけですよ。例えばですね、僕は動画編集のソフトで Final Cut Pro 10というのを使っているんですけども、このアプリを使っている時だけ、左側のですね、操作をタイムラインのね、行き来とか、もしくは拡大縮小に使ったりなんてことができるわけですね。このアプリはですね、こういったジェスチャーの割り当てが可能なほか、それから RGB ライトの設定変更も可能なんですね。で、もちろんタッチパッドの機能をオフにすることもできますし、タッチパッドを操作するための利き腕の設定っていうのも変更可能なんですよね。ということでね、打鍵音とか打鍵感のチェックなんですけども、打鍵音は、いわゆるシザースイッチ特有のペチペチした感じです。基本的には、Apple Magic キーボードに似ていますね。ですが、このトラックパッドの機能のためにですね、キーとキーの隙間がかなり狭いので、打鍵感というか、この指当たりですね、指当たりの感覚がちょっとね、違う感じがします。で、このキーとキーの間の隙間がある場合は、多少指当たりがですね、荒かったとしても、隣のキーに指が当たるってことは、あんまりないんですけども、隙間がないと、打鍵時に狙ったキーの隣のキーに指が当たることってあるわけですよね。感覚としてはちょっと慎重に打鍵するような感じになったかなと思います。なんですが、慣れてくると、隣のキーに触れているだけなので、ミスタッチは増えないということが分かっちゃいますから、僕はですね、快適に打鍵することができました。それから RGB についてですが、RGB ライトはですね、打鍵しているときとタッチパッドとして利用しているときとで、カラーの変更が可能なんですよね。もちろんタッチ時のタッチパッドエリアを視覚的にわかるっていうメリットもあるわけですよね。とにかくキーボードから手を離さずに全ての操作が可能になるというのが素晴らしいと思いました。で、それからジェスチャーパッドの利用時にこの RGB のね、ライトも綺麗に光るので、そういった意味で視覚的にも楽しいなと思いますね。入力モードの時はスペースバーのね、ライトが青になっていますが、これがタッチモードに変わると、このようにね、グリーンに変わって、はい、指の追従のところで、この RGB ライトも緑に変わっているのがわかると思います。で、一点注意が必要かなと思ったのは、このタッチパッドの操作をしている時の力加減ですね。ちょっと力を入れてしまうと、このキーを押し込むっていうことになっちゃうので、この辺の力加減っていうのは、使いながらね、慣れていっていってもらえばいいかなと思います。で、残念ながら、レビュー時点、今この時点ではですね、技適マークの確認ができていないので、基本的に有線で利用するしかないという状況でございます。技適マーク取得の予定はあるというふうにメーカーから回答をもらっているので、いつの日かね、無線で使えるということを期待しておきましょう。ということで、クレベチュラ C-REV-X-S タッチオンキーズキーボードは、クラファンで募集中ということなので、気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。それからね、質問がありましたらコメント欄までお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。